こんにちは。今日のポッドキャストでは日本語学校に通うというテーマでお話しします。日本で日本語を勉強したい人は世界中にたくさんいます。語学学校では日本語だけでなく日本の文化やマナーも学べます。でも初めて学校に行くときは少し不安に思うこともあります。今回は日本語学校での一日とよく使う会話を紹介します。日本語学校の一日は朝の挨拶から始まります。先生に会ったらおはようございますと言いましょう。学校に入るときは入り口で靴を脱いでスリッパに履き替えます。ロッカーに荷物を入れ教室に行きます。授業が始まる前にノートや教科書を出して準備をしておくと気持ちよく始められます。授業が始まると先生が皆さんおはようございますと言います。生徒たちはおはようございますと元気に答えます。先生は今日の予定やトピックを黒板に書きます。今日は文法を勉強します。会話の練習をしましょうなど、先生の話をよく聞きましょう。日本語の授業では、まず新しい言葉や文法を習います。例えば、たいですやてもいいですかなど、日常生活でよく使う表現を学びます。先生が例文を読み、生徒が繰り返します。繰り返すことで発音も少しずつ上手になります。ノートに書いて後で復習しましょう。次に会話の練習をします。先生が一人一人に質問をしたり、ペアになって話したりします。昨日何をしましたか？週末は何をしますか？など実際に話すことで日本語を使う力がつきます。恥ずかしがらずに間違えても大丈夫なので、どんどん話しましょう。授業の途中には休憩時間があります。大抵10分から15分くらいです。その時間にトイレに行ったり、水を飲んだり、おしゃべりをしたりできます。隣の人と簡単な日本語で話してみましょう。どこの国から来ましたか？日本はどうですか？など挨拶から始めると良いです。午前の授業が終わると昼休みです。学校によっては食堂があるところもあります。ないときは弁当を持ってきたり、近くのコンビニで買ったりします。友達と一緒に食べながら楽しく会話をする時間です。いただきます。ごちそうさまでした。などの言葉も使ってみましょう。午後の授業では、リスニングや読解の練習をすることが多いです。CD や動画を聞いて内容を理解する練習をします。この人は誰ですか？どこに行きましたか？などの質問に答えます。少し難しいと感じても何回も聞けば少しずつわかるようになります。読解の時間には簡単な文や会話文を読んで意味を考えます。友達と映画を見に行く話や買い物をする会話など生活に近いテーマが多いです。わからない言葉があっても前後の文から予想することが大切です。知らない単語はメモして後で辞書で調べましょう。学校によってはひらがな、カタカナ、漢字の練習もあります。漢字は難しいですが、一日一つでもいいので、少しずつ覚えるのがポイントです。日本、先生、学校などよく使う漢字から始めると良いです。書いて、読んで、声に出して何回も練習すると覚えやすくなります。授業の終わりには先生が今日の復習をしましょうと言います。その日に勉強したことをもう一度確認します。この文法を使って文を作ってください。今日習った言葉を使って会話してみましょうなどです。最後にお疲れ様でしたと言って授業が終わります。学校では毎日挨拶を大切にします。朝はおはようございます。昼はこんにちは。帰るときはさようなら、お疲れ様でしたと言います。日本では挨拶が人間関係の第一歩です。丁寧な挨拶ができると先生やクラスメートとの関係も良くなります。日本語学校では様々な国の人たちが一緒に勉強しています。クラスには中国、韓国、ベトナム、アメリカ、フランスなどいろいろな国の生徒がいます。文化や言葉は違っても日本語を通じて友達になることができます。お互いのことを話しながら楽しく学べます。時々学校ではイベントや行事もあります。例えば七夕やお花見、餅つき大会など日本の文化を体験できる行事です。またバス旅行やスポーツ大会など友達と楽しめるイベントもあります。こうした行事に参加することでクラスメートとの絆も深まります。宿題やテストもあります。
毎週新しい文法や単語を勉強した後、それを使って文を作る宿題が出ます。小テストもあるので、勉強したことを復習するチャンスです。間違えても大丈夫です。大切なのは毎日少しずつ頑張ることです。日本語学校ではアルバイトについてのアドバイスをくれることもあります。学生ビザの人は週28時間まで働くことができます。学校の掲示板や先生から仕事の情報を聞けることもあります。コンビニやレストラン、工場などいろいろな仕事があります。日本語の練習にもなります。病気になった時や困ったことがあった時は学校の先生に相談しましょう。頭が痛いです。病院に行きたいです。など日本語で伝える練習にもなります。先生は親切に対応してくれます。安心して学校に通うためには困ったことを一人で抱えずに話すことが大切です。学校では毎日出席することが大切です。日本語学校は出席率が大きなポイントになります。例えばビザの更新や進学の時に出席率が見られます。病気の時は学校に連絡をして休むことを伝えましょう。休まずに通うことは自分のためにもなります。クラスでは真面目に勉強することが大切です。でも遊ぶ時間も大切です。授業が終わった後、クラスメートとカフェに行ったり、カラオケに行ったりして楽しい時間を過ごすこともできます。日本語で会話を楽しむチャンスなので、どんどん使ってみましょう。日本語学校に通うことで、日本語だけでなく、生活や文化も学ぶことができます。最初は大変に感じることもあるかもしれませんが、毎日続けることで少しずつ上達していきます。友達と一緒に頑張ることでモチベーションも上がります。学校では先生との面談もあります。成績や出席、進学のことなどについて話します。もっと会話が上手になりたい、アルバイトをしたい、など自分の目標を先生に話すとアドバイスをもらえます。こうした時間を大切にすると学びがもっと深くなります。日本語学校に通っていると、日本語能力試験 JLPT にチャレンジする人もいます。学校で試験の準備コースがあることもあります。N5、N4、N3 など自分のレベルに合った試験を目指しましょう。毎日コツコツ勉強すれば合格も夢ではありません。日本語学校で出会った友達は一生の友達になることもあります。一緒に学び、一緒に笑い、時には悩んだりもしながら強い絆が生まれます。文化が違っても心が通じると嬉しい気持ちになります。大切にしたい出会いです。学校が終わった後も日本語を使うチャンスはたくさんあります。近くのスーパーやカフェで注文するとき、道を聞くときなど毎日が学びの場です。学校で習った日本語をどんどん使ってみましょう。間違えてもいいので話すことが大切です。今日のエピソードでは日本語学校での生活についてお話ししました。クラス、授業、イベント、友達、そして先生との時間、どれもあなたの日本での思い出になります。これから日本語を学びたい人にも、すでに学んでいる人にも少しでも役に立てば嬉しいです。聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。じゃあまたね。